こんにちは。本日は Google Opal を使用したグラフの作成というテーマで Google の新しい AI ミニアプリ構築ツール Opal についてご紹介します。Opal の基本的な使い方からグラフ作成のような具体的な応用までその魅力をお伝えします。まず Google Opal とは何かをご紹介します。Opal は Google が提供するプログラミングが不要ないわゆるノーコードの AI ミニアプリ構築ツールです。こちらは Google Labs 発の実験的なツールとなります。最大の特徴は、こんなアプリが欲しいというアイデアを、私たちが普段使う自然な言葉、もちろん日本語でも大丈夫ですが、それで伝えるだけで、AI がアプリのロジック、つまりワークフローを自動で組み立ててくれる点です。このように、具体的な指示ではなく、雰囲気、英語で言う、バイブで開発するスタイルから、バイブコディングとも呼ばれています。Opalの主な特徴、一つ目は、簡単なスタートです。特徴の一番目として、自然言語でアイデアを形にできる点が挙げられます。従来の開発ツールのように、複雑な設定やコーディングは一切不要です。作りたいもののイメージを、チャットで話しかけるように入力するだけで構いません。例えば、スライドにあるように、入力されたテーマでブログ記事を書き、それに合う画像を生成するアプリといった具合に伝えると、Opalがそれを理解し、アプリのひな形を即座に生成してくれます。特徴の2つ目は、直感的な編集が可能な点です。Opalは、視覚的なビジュアルエディターを採用しています。AI が生成したアプリの動作、つまりワークフローは、スライドにある画像のように、カードと矢印で視覚的に表示されます。入力や AI によるテキスト生成、画像生成といった各ステップが、それぞれ一つのカードになっています。ドラッグ&ドロップで処理の順番を入れ替えたり、新しいステップを追加したりと、非常に直感的な編集が可能です。特徴の3つ目は、強力な AI 連携です。Opalは、Google が誇る高性能な AI モデルとシームレスに連携します。例えば、高度なテキスト生成や要約が得意なジェミニ。高品質な画像生成が可能なイメージン。そして将来的には動画生成や分析を行うDuoとの連携も予定されています。これらを自由に組み合わせて複雑な処理を行うアプリも簡単に作ることが可能です。では、Opalで具体的にどんなアプリが作れるのか、活用シーンの例を見てみましょう。一つ目は、コンテンツ制作の効率化です。例えば、X や Instagram など SNS 投稿の文案を複数パターン生成するアプリや、指定したキーワードに基づいてブログ記事の構成案と本文を作成するアプリなどが考えられます。二つ目は、リサーチ学習支援です。YouTube 動画の URL を渡すと内容を要約し、理解度チェックのクイズを生成するアプリや、複数の PDF や Web 記事を読み込ませて重要なポイントを抽出、要約するアプリも作れます。3つ目は、日常業務の自動化です。例えば、受信したメールの内容を分析し、タスクを分類・要約するといったアプリも可能です。ここからは、基本的な使い方をステップバイステップでご説明します。まずはステップ1と2、アイデアの入力です。まず、Opalのウェブサイト、opal.withgoogle.com にアクセスします。次に、画面に表示される、Create New ボタンを押します。するとメイン画面が表示されますので、中央下部のプロンプト入力欄に、作りたいアプリの概要を自然言語で入力します。例として、日本の観光地についてのブログ記事を書いてくれるライターアプリといった形です。入力したら、送信ボタンを押します。次にステップ3と4、編集とプレビューです。アイデアを送信すると、自動的に、エディター画面に移ります。ここには、AI が生成したワークフローがカードの流れとして表示されます。ここでプロンプトの詳細を微調整したり、ノードと呼ばれるカードを追加、削除したりできます。そして画面右側には、プレビュー画面があります。ここでは、実際にアプリがどのように動作するかをテストできます。先ほどの例ですと、ブログのテーマとして具体的な観光地名を入力し、記事が正しく生成されるかを確認できます。
最後のステップ5と6は、調整と共有です。プレビュー画面のタブにある、テーマ画面では、アプリのアイコンやテーマカラーを設定し、見た目を整えることができます。アプリが完成したら、画面右上にある、シェアアプリ、共有ボタンを押します。これにより、完成したアプリを他のユーザーと共有するためのリンクが生成されます。チーム内でのツール共有や、一般公開が簡単に行えます。それでは、オパールの起動から基本的操作について説明します。最初に Web ブラウザーより Google オパールを検索します。検索結果より Google オパールをクリックします。すると、このような Google オパルのホーム画面が表示されます。上のタイルが、オパールで作成した自分のアプリです。下には、参考となるギャラリーが表示されています。新しくアプリを作る場合は、こちらのクリエイトニューボタンを押します。すると、このようなアプリのエディター画面が表示されます。下のテキストボックスにプロンプトを入力すると、自動的にアプリが生成されます。例えば、マイクボタンを押して入力しようとすると英語での認識となってしまいますので、日本語は入力できません。そこで、キーボードより入力することにします。CSV ファイルを読み込んで表示する。アプリを作って、と入力します。プロンプトが入力されたら、送信ボタンを押して作成を待ちます。しばらくするとエディター領域にアプリのブロックが配置されました。それでは、各ブロックを見ていきましょう。黄色ブロックが入力ブロックになります。そして、ブルーのブロックが処理ブロックです。次にグリーンのブロックが出力ブロックとなっています。それぞれプロンプトが書かれていることがわかります。それでは、プレビュー画面でこのアプリを実行してみましょう。すると、アップロードする CSV ファイルを選択するように表示されますので、プラスマークをして、ファイルを指定します。今回は emg.csv を選択します。すると、このように選択されたファイルが画面に表示されます。続いて、送信ボタンをクリックします。すると、処理の流れが次のブロックに移行していることがわかります。データの読み込みと表示には時間がかかりますので途中は省略します。しばらくすると、プレビュー画面に読み込んだデータが表示されました。このように、オパールでは、対話型にアプリを作成することができます。今はエディター画面となっていますが、こちらのアプリボタンを押すと、実行画面のみが表示されます。左上の名前ボックスには、システムが自動的に名前を付けてくれますが、自分で修正することもできます。今回は CSV&Viewer に変更します。ホーム画面に戻すには、こちらの左矢印を押します。こちらが今回、作成されたアプリになります。実行するには、このタイルをクリックします。そして、アプリボタンをクリックします。するとプログラムがスタートします。今回は、Google オパールをステップバイステップで操作してアプリを作成してみたいと思います。オパールのホーム画面より、Create New ボタンをクリックします。ステップバイステップでアプリを作成するには、
上部のメニューを使用します。左より、ユーザーインプット、ジェネレート、アウトプットのブロックを配置します。まず、ユーザーインプットをクリックします。すると、このようなブロックが配置されます。このブロックでインプットデータを指定します。右側の帯がステップになることを確認してください。そして、ここにプロンプトを入力します。ここにアップロードするファイルを指定してください。と入力します。プロンプトは日本語でも構いません。次に、ジェネレートブロックを使用して処理を書き込みます。すると、このようにブルーの帯のブロックが表示されます。次は、黄色のインプットブロックとジェネレートブロックをドラッグして接続しましょう。これにより入力されたデータがジェネレートブロックに接続されます。この操作により、入力ブロックのスペシファイファイルという名前がジェネレートブロックの中に表示されたことを確認してください。それでは、ステップでプロンプトを書いていきましょう。スペシファイファイルのスペシファイファイルの後に、を読み取ると、プロンプトを入力します。次はアウトプットブロックを挿入します。今回、読み取るファイルを紹介します。このような CSV ファイルです。こちらのデータは、近電図の時系列データとなっています。A 列の列名が、SEC の列は、時間軸のデータです。B 列 C 列は、近電図の測定値を表し、列名を EMG1、EMG2 としています。今回使用するのは、SEC と EMG1 列を使用してグラフを描画します。それでは、ジェネレートで読み取られたデータをアウトプットに接続しましょう。次に、アウトプットブロックにプロンプトを書いていきます。プロンプトは、ジェネレートのセックレスを AX 軸 EMG1 列を Y 軸として折れ線グラフを描く。グラフはスクロールなしに全範囲を画面内に表示するとします。それでは、プレビューして実行してみましょう。表示がアンタイトルになっていますので、名前を付け替えます。今回は CSV ファイルの読み込みとグラフ表示に変更します。すると、このようにプレビュー画面の表示も変更されます。それではスタートしてみましょう。こちらのプラスボタンを押して CSV ファイルをアップロードします。アップロードフロムデバイスを選択します。EMG1 を選択し開きます。するとこのように、ファイルがアップロードされましたので、送信ボタンをクリックします。読み取り表示するまで少し時間を要します。途中、省略して結果を見てみましょう。こちらが結果となります。数値は読み取られていますが、グラフとなっていませんのでアウトプットブロックを修正する必要があります。アウトプットブロックを選択し、ステップで修正を加えます。今、マニュアルレイアウトになっていますが、この部分を展開して変更します。今回は、Web Page with Auto Layout を選択しましょう。それではアプリ画面に変更して実行してみます。プラスマークをクリックし、アップロードするファイルを指定します。約5分かかりましたが、このような時系列データのグラフを表示することができました。それでは、エディターに戻って今までのステップを振り返ってみましょう。まず、インプットブロックでは、アップロードするファイルを指定してくださいとする。プロンプトを入力します。次にアップロードされたファイルをジェネレートブロックに接続します。ここでは、受け取ったスペシフィックファイルを読み取る。とするプロンプトを入力します。最後にアウトプットブロックですが、
出力形式を Web ページ with Auto Layout に設定した上で、ジェネレートの SEC 列 S を X 軸、EMG1 列を Y 軸として折れ線グラフを描く。グラフは、スクロールなしに全範囲を画面内に表示すると指定します。このようにステップバイステップに設定していくと、指定通りのグラフを描くことができます。それでは、本日の内容をまとめます。Google Opal はプログラミング不要で、自然言語を使って AI ミニアプリを構築できる、画期的なノーコードツールです。主な特徴として、第一に、自然言語でアイデアを伝えるだけでアプリのひな形ができる、簡単なスタート。第二に、カードと矢印を使った直感的なビジュアルエディターによる編集の容易さ。第三に、ジェミニやイメージンといった Google の最新 AI との強力な連携が挙げられます。これにより、コンテンツ制作の効率化から、リサーチ支援、日常業務の自動化、さらに本日詳しくご紹介したような CSV データを読み込んでグラフ化するといったデータ可視化まで、皆様のアイデア次第で様々なアプリを作ることが可能です。専門知識がなくても、このバイブコディングによって、誰もが AI アプリの開発者になれる可能性を秘めています。ご清聴ありがとうございました。